DIY でリクシルシャワートイレの便座スローダウンヒンジを直してみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。今回は便座のスローダウン機構が壊れたので修理した動画です。高速点滅はメンテナンスサインだったので、これが初めての故障らしい故障になります。メーカーの5から10年目のメンテナンス項目にスローダウンがあるので、摩耗、劣化などで壊れやすい部類に入る部品のようです。型番はリクシルシャワートイレアメージュ ZDTZA182 です。メンテナンス項目の中には不圧破壊装置もあって、これが壊れたらもう寿命と思った方が良いかもしれません。シャフトが折れたとかであれば修理もできるので、まずは DIY の範疇で復旧にチャレンジしてみることにします。興味のある方は引き続きどうぞご視聴ください。スローダウンの症状。蓋のスローダウン機構動作はこのように良好です。蓋は軽いので、おそらく負荷としては負担が少ないため壊れにくいのでしょう。一方便座の方はご覧のようにこんな感じで機構が働きません。この便器は一体型で、本体カバーを外さないとスローダウン機構にはアクセスできません。早速本体の中を見てみましょう。本体カバーの取り外し。手順は以前の動画のようにリモコンで電源を切って、プラグ、止水栓、ネジ外しと進めていきます。この一連の流れが分かっている方は6分26秒頃にワープしてください。それでは電源を切って作業開始です。プラグを抜きます。止水栓を閉めますが、これが非常に硬いです。手慣れた方は止水をせずとも良いと思いますが、私は不測の事態防止でタンクを空にしたいためやっています。レバーを操作して水を流します。止水したので水は出てきません。次に両サイドのネジ4本を外します。ネジにはキャップがかぶっているので、まずそれを外します。キャップが外しにくい場合は、キャップの書き込みにドライバーなどを差し込んで外します。順次ネジを緩めて4本とも外します。狭くて大きいドライバーが使えないので時間がかかります。その点数が4と簡素な作りなので、組み立てや解体は容易です。手洗い鉢を上に引き上げて外します。手洗い管ホースに刺さって上に乗っているだけなので簡単に外れます。給水管ホースをホルダーから外します。ホルダーは U 字の先端が折れやすいので、左右に振るように外してはいけません。外れにくいですが、手前に引っ張って抜き取ります。不幸にして折れた場合は断面をよく乾燥させてアロンアルファで接着すると体力も十分に修復できます。手洗い管ホースのホルダーを避けて内蓋を外しています。このホルダーの突出はわずか 5mm なのですが、なかなかこれを乗り越えることができません。もうあとちょっとです。このようにホルダーを通過すればもう大丈夫です。内蓋が取れました。上部のネジを外しますが、左はそのままで右のロングネジだけ外せば OK でした。以前は左も外しましたが、表示部を止めているだけのネジのようです。
これで本体カバーが外れます。タンクレスタイプと同じように吊り下げ用の紐を準備しました。これで本体カバーを吊り下げて固定します。吊り下げました。電線をホルダーから外して伸ばすと、このように作業空間を作ることができます。以前はこれら3つのコネクターを外していましたが、真ん中は外さなくとも良いです。これが前回カットした寿命抵抗です。カット以降平穏な状態が続いています。コネクターを外します。このコネクターは外す必要がありませんでした。このコネクターはエジェクターを押してもなかなか外れにくいです。ようやく外れました。これは本体用のコネクターでした。これで本体カバーがフリーになりました。スローダウンヒンジの取り外し。本体カバーを吊り下げていた紐をほどいて本体を外してきました。ご覧のように本体カバーと便座が一体になっています。回転させて裏を見るとスローダウンヒンジが確認できます。これがスローダウンヒンジでネジ1本で固定されています。ネジを緩めてスローダウンヒンジを外します。カバー脇のネジと同じ規格です。抜き取ります。割とすんなり抜けてきます。油漏れでしょうか、ロッドの方がベトベトしています。見たところ本体もロッドも破損しているようには見えません。もしかすると内側で破損があるかもしれません。ネジ2本で固定されているので緩めれば中を見ることができるでしょう。これから場所を変えてもう少し深く原因とその対策を講じてみます。スローダウンヒンジの調査と構造。外したヒンジを作業台に持ってきました。前述の通り外観を見た限りですが破損などは見られません。ここに型番らしきものがプリントされていますが、ネットで検索しても何もヒットしません。見るとロッドが二重構造になっていてそれぞれダンパーにつながっていることが分かります。開けてみないと分かりませんが、おそらく便座のダンパーは右側だと思います。グリスで手がベトベトです。結果蓋のロッドは便座ロッドを貫通して左のダンパーにつながっていると思われます。ここに継ぎ目があります。ケーシングはネジ2本で閉じられているので外して中を見てみます。結構長いネジが使われていて相当緩めないとケーシングが開きません。この辺りまで緩めないと開かないようです。ネジが緩んだのでそろそろと開けてみます。中の破損は同じく確認できません。用途は分かりませんがバネが入っています。ちょっと見てみましょう。もしかすると回転の補助をしているのかもしれません。取り出してみます。ただのバネのように見えます。このまま眺めていても用途がわからないので元のように戻しておきます。予想通り蓋のロッドはダンパーから外れたのでくるくると簡単に回ります。なのでこちらが蓋用のダンパーで確定です。ここに小さな穴があります。
反対側にも同じように穴があります。この穴はケーシングのガイドホールがバネのストッパーを受ける穴のようにも見えます。特大のゼムクリップの太さがこの穴に合いそうなのでピンを作って入れてみます。測って 14mm のピンを作りました。穴の深さはそれぞれ 2mm です。開けた時ピンはなかったのですが、仮にバネが回転の補助をしていた場合ストッパーになるのではと思ったのです。ピンを刺してケーシングを閉じてみます。穴同士を合わせてゆっくりと閉じます。このように閉じることができるので復旧が成功するかは分かりませんが、このまま使うことにします。ぴったりで作ったのでケーシングは問題なく閉じることができます。次にダンパーの中を見てみましょう。ここにエジェクトホールがあるのでハーネス用のエジェクターピンでケーシングを開けてみます。オーリングがあるのでなかなか開きませんがなんとかなりそうです。反対側のエジェクトホールも使ってダンパーを開けます。開きました。上側のオーリングが見えます。内部に断片もないので羽の破損などは見られませんが、内部のグリスがほとんどありません。修理の対策としては破損がないのでグリスの補填しかないようです。どこまで有効か分かりませんがオーリングを清掃しています。下側のリング清掃は戻すときグリスが付着してしまうので割愛します。劣化などで新しく交換すれば良いのですが入手の問題もあるのでこのまま使います。結局のところどこからグリスが漏れているかは分かりませんでした。ヒンジを外した時ロッド側にグリスが付着していたのでその辺りとしか思えません。これからグリスの補填作業に入ります。グリスの補填。ダンパーの羽も破損していないので少なくなっているグリスを補填してみます。これはシリコーングリスです。ダンパはプラスチックで両端にオーリングも使っているのでこれを使います。シリコーングリスは鉱物系グリスの5倍くらいの価格です。本来この部品の余命から考えたら鉱物系グリスでも良いような気もしますが、一応シリコーングリスを使います。ハウジング内にできるだけ充填して最後にヘラを使って押し込んでまとめます。終わったらネジを均等にゆっくり締めていきます。勢いよく締め付けると内圧でケーシングが破断するかもしれないので少しずつ行います。締めていくとオーリングがケーシングに挟まるので周りをよく見てゴムを押し込みながらネジを締めます。ケーシングが閉じてくるとそこからグリスが溢れ出てくるようになるのでそれで OK です。最後ケーシングが完全に閉じたらはみ出たグリスを拭き取って終了です。シリコーングリスの充填が終わりました。この部品さえ手に入れば交換だけで終わった作業でした。このネジ受けの部分は非常に華奢にできているので気をつけないと割れにつながります。この受けが4箇所ならなお良いと思います。ヒンジをホルダーに戻すときはロッドの平らな面を揃えて差し込みます。最初便座のロッドは手でも回りましたが今は硬いです。これからヒンジを本体に戻します。スローダウンヒンジの再取り付け。
これからヒンジを元のように戻します。戻すにはヒンジが外れて便座が下がっているので持ち上げます。この時蓋も一緒に揃えておきます。後で蓋をシャフトにセットすることは可能ですが、一緒にした方が良いです。ヒンジは差し込むと角度は変えられないので、便座の方を回転させて位置を合わせます。この位置からほんの少し便座の角度を変えるだけでシャフトは入ります。前述のように蓋用と便座用両方のシャフトの平らな面を揃えてホルダーに差し込みます。グリスを補填したヒンジです。ロッドの面が揃っていたらホルダーに差し込みます。便座の角度を少し変えながら差し込んでいます。入りました。あとはネジを1本締め付けるだけです。終わりました。スローダウンの確認。カバーを戻す前に動作を確認します。うまくいくでしょうか。緊張の一瞬です。動作は良いようです。ちょっと安心しました。もう一度。大丈夫のようなので作業を続行します。本体カバーの取り付け。ようやくここまで来ましたので、あとは戻していくだけです。本体を吊り下げてコネクターを戻します。吊り下げ紐をほどいてカバーを設置しました。中蓋を入れ、手洗い管ホースを固定してネジを取り付け、手洗い鉢を戻します。これで作業が終わったので電源を入れて最終チェックをします。完成。プラグを差し込んで止水栓を開きます。リモコンで電源を入れます。タンクが空で止水栓を開けたので水が出ています。水が止まったのでリモコンから水を流します。良好です。最後にスローダウンの試験をして終わります。作業としてはスローダウンヒンジにグリスを補填するだけだったのですが、それまでに随分時間を取られました。ヒンジを分解する前に一時諦めようとも思いましたが、結果オーライで良かったです。このヒンジにはできるだけ頑張って長生きしてもらいたいものです。結局どこからどのようにグリスが漏れるのかがよくわからないので、再発するのは時間の問題かもしれません。その時はオーリングも寿命でしょうし、他の部品が壊れるかもしれませんね。今回分かったことは、リクシル専門店があるにもかかわらず売らない部品があってサービスマンしか扱えないことです。ホームページには本体カバーを取り外す必要がある製品の修理はメーカーサービスマンしかできない旨の記載がありました。そしてそのような修理部品の販売もしない記載になっています。道理でサイトでいくら探してもないわけで、修理費用はスローダウンキット交換で 1.6 から4万となっていました。そしてスローダウンヒンジは壊れやすい部品グループに入っていることも分かりました。今後は多分次々とリレーのように部品が壊れていくような気がしますが、めげずに挑戦していきたいと思います。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。